かっこいいホンダ車がいっぱいある中で可愛いしかっこいいし、もう乗って帰りたいなと。はい、ボーイズ&ガールズ TV でございます。今日もですね、かっこいいお兄ちゃんと、そして可愛い車に来ていただきました。お名前は国井正樹と申します。正樹さん、はい、年齢は何歳ですか？26歳です。26歳、はい、どちらからいらっしゃいました？東京都の台東区です。お仕事何されてますか？都市計画のお仕事してます。街づくりとか公園の設計とかしてます。じゃあ、あなたの住む公園もひょっとしたら正樹さんが設計した可能性があります。おお、なるほど。そしてこちらの真っ赤な燃えるような車、何でしょうか？ホンダのトゥデイです。ホンダトゥデイでございます。懐かしい。何年式？1986年です。これ初代ですよね？初代ですね。はい。いつ買ったんですかこれ？今年の3月に購入しました。まだ買ったばっかりということで、今日はですね、正樹さんとこのトゥデイお送りしたいと思います。正樹さん、愛車遍歴を教えてください。わかりました。ファーストカーがですね、ボルボの C70 ってカブリオレ。その後にローバーミニ乗ってました。ローバーミニ、クラシックミニ。そうですね、クラシックミニですね。でその後に BMW の E36、3シリーズ、それは今も乗ってます。今も乗ってる。でプラスこちらのトゥデイです。結構脈絡がもうないと言いますか、バラバラですね。なんか選ぶ基準みたいなのあるんですか？個人的に2つのスタイルが好きだなと思って、1つ目がちっちゃいコンパクトな車。ボルボはそのちっちゃくなかった？ちっちゃくはないですね。その次ミニがちっちゃい。ミニがすごく小さい。 BM がまあ普通の車で、このトゥデイはめちゃくちゃちっちゃい。めちゃくちゃちっちゃいですね。このじゃあ2つは行ったり来たりと言いますか？そうですね。ついに2台持ち。2台持ちしてます。なるほどですね。どのあたりにこれで買いました？色とデザイン、これがすごく個人的に刺さりました。なんかきっかけとかあったんですか？ホンダコレクションホール、この車が展示してあったんですけど、初めて見た時に、もうこれはかっこいいなと、可愛いしかっこいいし、もう乗って帰りたいなと。だっていろんな車があるわけでしょ？そうです、そうです。かっこいいホンダ車がいっぱいある中でこれがなんかやたら刺さったんですよね。おー、なるほど。どこが好きっていう説明はつかないんですけど、一目惚れはね、理由はなかなかないですよね。そうなんですよ。1年間ぐらいずっと探してて、個人売買のサイトに載ってるのを見つけて今回決めました。ちなみにおいくらで？80万円ですね。80万円。多分新車価格100万円ぐらいだった。いや、もっと安いですね。もっと安い。60万とか70万とか。うわ、なんと、新車価格を上回っております。どうですか、乗ってみて？すごく楽しい車だなと。なんかトゥデイマニアの方みたいな方から買ったんですかこれ？そうです、そうです。前のオーナーさんがすごいこう土地を持ってて、その土地の中にいっぱい車があったんですよ。なんか中古車屋さんじゃないかぐらいの車の量があって、その中にこの方のトゥデイが4台いたんですよ。4台？はい。そのうちの1台を譲り受けたっていう感じです。多分なんか部品取り用みたいなことなんでしょうか？そうですね。目的としては部品取りって言ってました。なるほど。今日もですね、取材場所に一緒に来る途中にですね、横に乗らせてもらったり同行したりするんですけど、まあよく見られますね。そうですね。人の視線はすごい感じるし、特に還暦あたりの世代の方のおじさんからよく声をかけられます。身を乗り出して見てらっしゃる方がたくさんいらっしゃいました。トゥデイの特徴を教えてください。一言で言ったらおもちゃみたいな車かなと。質感とかもすごいチープとは言わないんですけど、結構軽めな感じがおもちゃっぽいなと思ってます。なるほど。ここはちょっとなみたいなポイントってありますか？古いホンダ車ってすごい部品が出にくいらしいんですよ。らしいですね。なのでちょっと部品の供給の心配あるから、そこがちょっとなとは思ってるんですけど。そうか。今は状態いいですけど。そうですね。そうなった時はちょっと怖いなと。そんな感じです。じゃあ乗ってみましょう。とりあえず面白そうなんで。乗り出しまして、このね車、今日ねすごい暑い日ですよね。暑いですね。エアコンはありますか？エアコンは一応オプションの当時のものがついてます。ついてる。だけどつけてもなんか扇風機に気が入るだけです。なるほど。どうでした？初めて乗った時、正樹さん。初めて乗った時は第一印象ですけど、遅いなっていうのが。遅い。馬力の問題。馬力の問題ですね。あと排気量が 550cc。660になる前の車。なる前の軽の規格ですね。なるほど。遅いですか？やっぱ遅いですね。ただ遅いながらもやっぱり遅いと景色とかゆっくり見られるじゃないですか。結構音とか振動とかするんですけど、
そういうのがバイクに近いのかなって思ってて。なるほどね。なんかね、僕今日現れた時に思ったんですけど、窓がでかいなっていうのが印象。窓でかいですね。ボディサイズに対する窓の面積がすごい大きいんですよね。合成全然やばそう。やばそう。ちょっとスピード出してもこれベコベコ感みたいな感じます？いやでも走ってると、まあ華奢な感じはするんですけど、安定感のなさとかそういうのはあんまり感じはしないですね、個人的には。そうですか。さすがそこはホンダなのかな。そうですね。これ AT 何速？3速ですね。オーバードライブに星にそうですね、ローってこと。星って何？星っていうのがスターレンジっていうんですけど、ホンダマチックっていうオートマがあったんですけど、そのスターレンジに入れておくと、まあ、大体このメーターに書いてある0キロから60キロ少しぐらいまでは走れるという機能ですね。まあドライブみたいなもんで、1、2速だった。そうでオーバードライブを OD に入れると3速まで。そうですね。だから高速とかはオーバードライブ入れていくっていう。どうですか高速は？高速まあ1回だけしかまだ乗ってないんですけど、排気量が少ないからもうどうしてもスピードが出ないんですよ。そうするとやっぱり一番左車線をうわーってうならしながら、まあ、ちょっと結構地獄な感じでしたね。乗る頻度どれぐらいですか？乗る頻度は週1ぐらいですかね。もう1台ありますもんね。はい。どう乗り分けてるんですか？基本的にはもともと街乗りで乗ろうと思ってたんですよ。高速使わなければ結構直進も安定してたりして、60キロから70キロぐらいの速度域っていうのが意外と快適なんですよね。この車において高速速度域っていうのは60から70、そのぐらいですかね。それ以上はちょっともうキャパを。そうですね。85キロで金庫になりますから。最悪。そう昔の車で金庫になるんですよね。BMW 乗ってて85キロ多分すぐ出ると思うんですけど、この車に乗ってたらその癖みたいなところはないですけど、パワーが違いすぎますかね。そうですね。まあそこまで行くのにまずすごい時間かかるんで、その速度に到達しても直進安定性はあります。意外っていうのもこの車すごいホイールベース長いんですよ。もうね本当に端っこのギリギリまでタイヤがついてる。四隅にタイヤがついてて、でなんか当時のアクードとかそのぐらいのクラスと同じぐらいのホイールベースがあるみたいなので、居住空間もさることながら直進安定性がそれつながってるのかなという。どんなところが似合う車だと思います？今日ね素敵な林道といいますか、参道というかすごい似合ってましたけど、前ちょっとこれで渋谷に行ってみて、渋谷のビル群とこの車を対比を見てみたら、その時のお写真がこちらですね。そうですね。でも可愛いですけどね。そうですね。時代感のラグみたいなのが面白いと。80年代の渋谷だったらあったかも。そういう感じはあるかもしれないですね。まあ個人的に似合うかなって思ったのが、小江戸みたいなところ、浅草とか鎌倉とか川越とか、ちょっと古い日本の街並み、そういう方がなんかしっくりくるんですよね。確かに今写真出たと思うんですけど、これは似合うなという。そうなんです。現代にないものを同じような空気感まとってるような感じがして、意外とこっちの方が合ってるなと思ってます。丸めではありますけど、あと全部直線基調じゃないですか。そこもマッチしたのかもしれないですね。確かにそうですね。さらに合うところ見つけていただきたいんだと思いますけど、これから探していきます。そうですよね。月の維持費、整備費とかどんな感じですか？乗り出して日が浅いっていうのもあるんですけど、ガソリン代は走る距離もよりますけど、燃費が意外といいんで、月に5000円から1万円ぐらいに収まるかなっていう感じです。ちなみにリッターどれぐらい走る？リッターは下で17とかです。うわーすごいですね。ボディが軽いからやっぱりそういうところが生きてくるんですかね。なるほどなるほど。ボディの重さはちなみに560キロぐらい。軽っ。なんか大人4人で頑張れば持ち上げられそう。そうですね。税金安いですよね。税金安いですね。これの最大の魅力と言っても過言じゃないんですけど、軽の貨物登録になるので、なるほど。年間6000円です。これぐらいの年式で輸入車とかだったら月6000円ぐらい払って年間6万みたいなのあるじゃないですか。そう。年間で6000円。泣きたいエピソードみたいなのありますか？泣きたいエピソードになるかちょっと分かんないんですけど、ちょっと友達と4人でこれ乗ってみようぜってことで、軽く都内を4人でうろうろしたことがあって、でそういう時に信号待ちで待ってたんですよ。で青になるじゃないですか。なりますね。アクセル踏むんですよ。でもその時4人初めて乗ったんで、どのぐらいの加速感か正直分かんなくて、
ちょっと踏んでみたら全然走んなくて、なるほど。でベタ踏みしてもすごい遅かったんで、はい、うわーとか言ってたら路肩走ってる自転車にブワーってぶち抜かされました。最近の自転車は速いのか、それともこの車が遅いのか、それはどっちもかな。どっちもかな。僕が乗ってたのは実はトゥデイ乗ったところなんですけど、2台目なんですけど、貨物登録用のやつで後ろが非常に狭いやつ、一緒ですよね。同じですね。いや久しぶりにこの遅さ体感してみたいなと思ったんですけど、運転させてもらってもいいですか？もちろんです。やったー。ということで、多分僕はトゥデイをね運転するのは30年ぶりぐらいかもしれない。30年ぶり。いや本当だ、全然走んない。遅っ。スターレンジで今床でございます。そしてオーバードライブに入れる。早いでしょ。そう、ここまで乗っちゃえば早いかもしれない。でもピザーラのバイクを抜くのが精一杯だった正樹さん車乗ったばっかりだからね、まだ降りるとか考えてないだろうけど、なんかこう直したいなとかどうかしていきたいなとかってあります？現状結構コンディションがいいんで、このコンディションをずっと維持し続けたまま、できる限り乗りたいなと思ってて、下手に全然いじるとかは考えてないですけど、やっぱり皆さん旧車の方は共通してらっしゃるこのいい状態を、維持する、それに尽きるってことですか？そうですね。で今2台目ですよねこれ、初めての2台持ちですか？2台持ちは初めてですね。乗ってみたい車ってまだまだたくさんあるんじゃないですか？もうまだ若いし。そうですね、いっぱいいろんな車に乗りたいなっていう気持ちはあるんですけど、例えば結構この車を買った時にローバーミニを思い出したんですよ。なんか分からんでもない、この野生味あふれるちっちゃい車みたいな、ちっちゃくて丸めでこう小排気量でこう街中を縫うように走るような、こういう車は結構好きなんですけど、なるほど、ローバーミニのフィーリングがすごい好きだったので、いつかまた乗りたいなと思ってます。ズバリ、ホンダトゥデイ、100点満点中何点でしょう？100点満点中90点です。おお、90点。10点足りないそこは何でしょうか？ホンダって結構部品が出ないっていう言われてるじゃないですか。なんかね、トヨタとかに比べると全然ね。なんでちょっとそこの供給面での心配でマイナス5点。なるほど、そこでマイナス5点。であと計算してくださったのすごい。そうなんです。ちょっと遅すぎて日常使いに若干支障があるぐらいの遅さなんで、坂が登らないとかそういうことですか？坂登らないとか、高速の合流がまともにできないとか。なるほどね。この間ちょっと首都高乗ろうと思ったんですけど、右から合流するシーンで周りにトラックいっぱいいて、でも40キロぐらいまでしか合流地点でできなくて、みんなにうわーって避けられながら合流しましたっていう、そういう怖さがあるので、そこがマイナス5点かなっていうことで90点です。とはいえその遅さが好きなんですよ。そうです。その遅さもいいんで、長所でもあり短所でもあるという、でほぼ95点って言っていいかもしれない90点かもしれないですね。好きな部分ではありますもんね。そんな感じです。なるほど。というわけで今日はですね、もういい意味ですごいおもちゃ感があって超かわいい、乗っても遅くてもかわいいこのトゥデイ、正樹さん最高でしたねこれね。もう本当に最高です。90点95点それぐらいは本当にうなずけると思います。100点あげたかったぐらいですそれではボーイズ&ビース、今回は正樹さんとトゥデイでした。ありがとうございます。またバイバイ。バイバイ。